おはようございます。画家の小木曽です。今日の動画はですね、だいぶ本格版に近い、動画となっております。油絵でございます。こちらでございます。ドン。どうですか？かわいいでしょうね。うちの恐竜2の方でございますけども、今回はちょっとですね、動画の作り方自体も新しい試みをしております。いつもやはり上からこう撮っているんですけども、どうしてもそうなると手の部分、上から撮ってるので、細かい描写とかなかなか見にくいと思うんですけど、今回はもう一つこう違うカメラも同時に撮っていまして、それを合わせた形となっていますので、すごくこう手先の部分、手先でこう描い取る部分とかっていうのがすごくよく見えると思いますので、そのあたり顔のところ特に、中心に、細かい描写見せてます。すごくこう参考になると思いますし、こんな風にこう細かい描写とかしてるんやなというところを注目してみていただければと思います。ぜひご覧ください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。今日はシナベニアの板にジェッソ、白、黒というのを半量ぐらいずつですかね、混ぜて、まずですね、釜湯という仕事をしていきますね。で、形をとって、アクリル絵の具で下書きをしておきました。これはスタンドオイルですね。シルバーホワイトとチタニウムホワイト同量ぐらい混ぜて、スタンドオイルを混ぜ合わせた白とポピーオイルを混ぜ合わせた白、この右隣ですね、を用意しておきます。で、まず1日目というのは釜湯ということで単色画のことなんですね。単色画。黒とか茶色、これはバーントシェンナとローアンバー、ピーチブラックかな。一番上ピーチブラック、バーントシェンナ、トランスみたいなやつかな。と、ローアンバー。そしてこれはポピーオイルで、練り合わせた白。柔らかめの白と固めの白という感じで、左固め、右柔らかめ。それでちょっとこう、まず画面全体を完成油。これはポピーオイルという、本当私はポピーオイルとテレピンだけ、ほぼそれでいきますので、皆様はこんな描けるんやっていう風に、ペインティングオイルとかでも結構だと思いますよ。ペインティングオイルというのはそういうのテレピンが入っていたり、少し完成、ちょっと今回早送りも使いますね。ということで、ペインティングオイルと描くための油っていう意味でしょ、ペインティング。そしてティッシュで拭き取りました。だから僕はなんかこう大体軽めに調合したりとかしますけど、大体もうテレピンとポピーオイルだけでやるという、完成油だけでやるというですね。そして、釜湯ということで、ちょっとこう影の方の色少し置きました。いつも明るいところから描くんですけども、ちょっと今回は暗い方から描いていってます。この辺も私の描き方って結構変わるんですね。私の動画自体は基本的には早送りというのを使わないですけども、今回は特に顔のところをピックアップしてですね、特に後半の方なんかはもう書き込みなんか、いつもね上からの定点カメラだけでしたけども、ちょっとカメラを2台体制というかですね、どうやったのって感じでしょうけども、iPad というのを置いて、上からはiPhone ですね、いつものようにやっていってますので、ちょっといつもとは趣が違う動画になっているかなと思いますので、ディティールの書き込みなんかこんな感じでやってはんねやっていうのが手元がよくわかるようにしておきました。皆様の参考になればと思って作っておりますのでね、よかったら参考にされてみてください。ここまで見せるんですか、見せてくれるんですかってね言われますけどね、よしいつでもねこういう感じでですね、ちょいちょいこう入ってきます。特に後半はもうしっかりとちょこっとずれててすみません。後半はずれてないと思いますけども、初めの頃ほんの少しこうずれています。これやったら今右の方が少し早いかもしれませんね。で結構こう物質感ねバシッと乗っけてんのがわかるかなと思います。真上からだったらなかなかわからないんですが、白のところなんかバシッと乗せているんですね。で今釜湯というので茶色と黒と白で大体茶系の感じ。なんでこう茶系にこう今回は釜湯、いつもグリザー湯じゃないですかって言われるんですけども、あったかみのある感じにしたかった。あったかいでしょうね。赤ちゃんってあったかいですよね。なんかそういう感じにしたかったので、ちょっと今回は白黒よりも少しこうあったかみのある釜湯という方法で描いていってます。可愛いですね。これね、何ですかね、5ヶ月ぐらいの赤ん坊ですね。我が子ですけども、2万点ぐらいですかね、100点満点でだいたい2万点ということなんですけどもね。でこう絵の具、こう白い絵の具なんかをこうキュンチュンチュンと伸ばしたりしてるの分かりますかね。今のなんか分かったかもしれません。置いた絵の具を周りに伸ばしていく。で後半の方のが色とかは拡大した方は綺麗です。これ多分夜撮ってるからちょっとこうとか、日中のやっぱり光で撮った方がやっぱ綺麗にいくんやろうなって感じですけども、今回ちょっと初めの方は少しこう今鉛白というかシルバーホ
ワイトとチタニウムホワイト、スタンドオイルを混ぜ合わせた方を伸ばしていってるわけですね。なんかこう画面の中で少し伸ばすという感覚みたいなのが、これもそうですね。皆様覚えていかれると。そして叩き筆でポン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 、上から叩き筆はいつも真上からですけども、こうやって横からも取ってみると、皆様ね、もうどっち見ていいか分かりませんっていう人はまず上からの方、左の方を見て、もう一回ですね、今度はアップの方を見るとか、なんかそんな感じで見ていただけると、より分かるんじゃないかなと。でこれなんか乾いた筆でこう絵の具を伸ばしてたの分かります？毛先を見てくださいね。でちょっとシルバーホワイト、これなると筆全体に、絵の具が行き当たりますけれども、少し前に戻っていただくと、筆の先にある絵の具を取って絵の具を伸ばす。これなんかそうなんですよ。ちょっと取ってるんですね。ちょっと平たい状態になってますよね。ラウドっていう、丸っこい筆を使ってるんですけど、ティッシュとかで拭き取って、絵の具を引き伸ばすみたいな仕事をしてるんですよ。要は画面の中で混ぜ合わせていくんですね。よくこう乾いてから書き込みましょうみたいなことを教わることがあるんですけども、いや油絵って元来多分こういうふうに画面の中で混ぜ合わせて微妙なグラデーションとかをつけやすい画材だったりするので、その辺はやっぱりこう臨機応変にというかそういうふうに教わってもちょっとこう頑張って粘ってみる、乾かないうちに描いてみるっていうことができるようになると、非常に表現の幅が広くなってきます。そして目なんか出ているなんていうのはちょっと慎重に描いていってます。これが一層目ですよね、要はね。でこう目なんかも何回かこう描き込んでいく様が今回の動画を見ていただけるんじゃないかなというふうに思います。楽しみにしておいてください。で外側からこういうふうに描いていって目のところの影が見えてくるとかね、こういうのすごい大事なんですよね。こういうのはやっぱり油絵の良さです。油絵の具というのはですね、明るいところを描いていくことが中心になってきて欲しい画材なんですね。ここ難しいかもしれません。闇の中から左の画面なんかね、赤ん坊がわーっと出てきた感じ分かりますか？ここなんかもインパストって今白い絵の具ボンと厚く塗って、そしてちょっと乾いた筆とかで毛先の絵の具拭き取って伸ばしていってる。わかります？お化粧とかね、毎日してますか？もうお外出へんからお化粧せえへんっていう人もいるかもしれませんけどね。ぜひですね、お化粧、僕なんかも毎日化粧してます。ジョークですよ。で、目なんかこう息止めてでね、やっとるわけですよね。こういうとこなんかもね、目の下のとこの涙がなんかかなとかね。で、こういうふうに絵の具をこう引き伸ばしたり、叩き筆で叩いたり、いらん毛は取ったりですね。で背景とかドンとこう描いていって、外側からグンって描いたりね。これ真上からの絶対見えないですもん。何してんねやって感じでしょ。でちょっとこう背景とか髪の毛とかは少し全体をこういう風にお見せしたりとかしていく、今回はそういう感じにしてます。特に後半も顔だけに絞って描き込みをお見せしていきますので、顔こんな風に描いてはんねやっていうのがよくわかるんじゃないかなという感じですよね。こうなんか目とかこういうところになるとまたアップにお見せしておこうと思いますのでね。じっくり見てください。もうね、正座して見てはるという人もいるらしいですけどね、正座はしないでくださいね。足悪なりますからね。皆様本当楽な体勢でお酒でも飲みながらおじさんのダラダラとした話に付き合っていただいたら、私なんかもいろんな絵見てきたんですけども、絵の具の物質感というとやっぱりレンブラント・ハルメンス・ゾン・ファン・レインという絵描きさんがやっぱピカイチですね。すごいなと思います。彼自身はやっぱりこういろんな時代、すごく油の乗り切った30代なんていうのとかもすごいいいですけども、夜景という作品を描いた後の方のなんかこう、仕事の依頼が少なくなったんでしょうか。そういう時代の油絵の具の使い方なんていうのもすごく面白い。やっぱりこう絵の具の物質感みたいな非常にいいですね。であとは僕は若い頃すごく感銘を受けたのはハンス・ホルバインという絵描きさんでございます。イギリスで活躍した絵描きさん、ドイツの出身だったと思うんですけども、やっぱり絵の具がですね、絵の具というかもう描き込みがすごいんですよ。これどんな配して描いてんやろうっていう、もう本当に学生時代に僕はハンス・ホルバイン21歳かなの時に、イタリアとかで見て、イタリアの美術館で見て、これはすごいぞと。でホルベインという絵の具会社の名前の由来になってますもんね。の見てですね、うわこんな
絵ってなかなか日本人で描けてる人おらんぞ。レンブラントもしかりですけどね。なんか私が学生時代というのはもうそんな美術絵なんか描いてたら古臭いことって言われたんですけど、いやいやまだまだこんなん日本でされているっていうことはないぞと思ってですね、なんかこういう写実的な画風になっていった、写実画家と僕は自称はしていないです。そういう本当にすごい作家さんがいっぱいいて、単なる西洋美術が大好きなおじさんというだけでございます。ちょっと早送りも使わせてくださいねという感じなんですね。なんかこうよく質問の中よくあるんですけど、スランプってないんですかって言われるんですけど、僕基本的にあんまりスランプないと思ってて、なんか精神的にあの頃なんか良くなかったなという時はあったりするんですけども、やっぱりすごい人がいてなんか憧れがあって、もちろんそこまで到達できないですけども、いつか自分もそうなりたいなという憧れがあるからか、高い目標設定があるからかなんかわかんないですけどもね、なんかそういうのであんまりスランプって自分の中でないんですよ。皆様もよくスランプとか今書けませんっていう人、なんか本当いろんなもん見るのが一番いいですよ。本物見る方がいいですよ。インターネットの画像とかじゃ物質感まで見えてこないですから、ちょっと美術館行ってみようかなとかね、地元にあるなんか県立の美術館とか行ってみようかなとか、東京の人やったら国立西洋美術館とか東京近代、国立近代美術館ですかねの常設展とか安いんですよ。200円とか100いくらとかで見れるんですね。でそんな見に行くだけでも面白いなとか、例えば時代とかこういうとこちょっとディティールを書いていって、この時代やからこういう絵があるんや、そういう見方ができるようになってくると、例えばハンス・ホルバインなんていう人はいつの人やっていうことになると、マニエリズム、時代的に言うとマニエリズムぐらい、後期の、ルネサンスぐらいやけどこんな仕事してんねやとか、レンブラントって1600年代のバロックの仕事、今からだから400年とか500年前のそれやのになんか新しいぞみたいに見えてきたりするんですね。やっぱり当時っていうのは宗教のテーマであるとか肖像であるとか、ちょっと色変わりましたね。このぐらいが本来の色に近いかもしれません。あと絵の具が顔料がですね、そんななかったわけですよね。で、色の種類とかも少ないから油絵ってどうしても暗いとか分からへんとかっていうふうに思うんじゃなくてね、皆様おいくつぐらいですか？70歳の方でも80歳の方でも、ね、人生150年時代に入ってまいりましたから、まだまだ勉強されたら面白いですよ。なんか今まで分からなかったことを分かってくると、なんかすごく面白いし、イギリスで、なんでやろう、なんでハンス・ホルバインって、イギリスに、行ったんやろうとかね、そういうこともちょっと勉強されると、今言いませんので皆様で各自で勉強されてみると面白いですし、レンブラントってなんで夜景を描いてあるのにその仕事があんまり来なくなる、こういうとこ大事に描いてますね。そういうの面白いんですよね。だから結局はなんか自分たちがフェルメールなんていう絵描きさんが、僕が1996年かなんか違うな、2000年前後ぐらいかな、20年ぐらい前に本当に大阪の大阪一律美術館っていうところ、天王寺のですね動物園の横にある美術館で、僕は夜行バスで見に行ったんですよ。学生時代ですね。あれ何年だから2000年2001年2年かな、覚えてないですけど、でそこからどんどんフェルメールといえば的になってきて、もうどんどん人が入る展覧会になってきましたけども、やっぱそういうの面白いですよ。カラバッジョなんていう絵描きさんもそこまででもなかったですけど、今カラバッジョなんかやるとすごい人が入る。やっぱ日本人の教養のレベルがだいぶ上がってきて、山田五郎さんのおかげも今だとあると思うんですけども、ああいうのとか見て教養のレベルが上がってくると見方が全然変わってきますもんね。でこういう手とかも描いていってます。でそういう風に見ていったら、小木曽先生なんでこんなに古臭いことやってはんやろうと思ったら、おじさんはこんな美術が好きやからっていうの分かりますし、よく好きな絵描きさんいますかって聞かれるんですけども、やっぱりいっぱいいますんで、なんかその瞬間にこの人あの人ってなかなか言いにくくて、でもずっと長いこと好きであり続けてる絵描きさんは今言うたようなレンブラントとかハンス・ホルバインとかフェルメールとかですね、その面白いですよね。で背景も少し描いておいて、物質感マテリアルドンとぶつけておいて、背景の方もなんか薄くなっていくんじゃなくてボンとぶつけて、それの色のコントラストを弱めてあげて、なんとなく後ろはざっくり描いておいてですね、で
とにかく顔の部分を今回はお見せしようということで、ほんとハンス・ホルバイなんてね、もう顔のなんかシミとかまで書いてあったりするんですよね。デューラーなんていう絵描きさんもいいですよね。デューラーという絵描きさんとかもすごくいいですよ。ドイツの出身なんですけども、1500年の自画像なんていう絵を描いてたりするんですね。でそれはキリストみたいな感じで、その後1日目終了しまして、1週間ほど乾かしました。10日ぐらいかかったかな。そして今これは、グレーズといって、僕はなんか今回は紫色を使いましたけども、これはコバルトバイオレットみたいな色。ここからずっとピックアップした画像が同時並行で流れていきますので、皆様カオス状態に入るかもしれないですが、どちらかね、中心に見て全面に塗ってってます。全面にですね。で、指で擦り込ん、今指で擦り込みましたもんね。指で擦り込んだり、やっぱ完全に乾いてないとダメです。だから油絵っていうのはちょっと忍耐とか我慢が必要なんですね。1週間待てないっていう人もいると思うんですけど、そしたら他の絵描いてください。私なんかもよく聞かれる質問の一つに、どれくらいかかるんですかとかって聞かれます。聞かれるんですけど、やっぱ同時に描いてるから、この絵1枚でどれくらいってなかなか言いにくいんですよとかっていうふうに答えるんですけども、この絵なんかやったら今2日間で描きました。そういうふうに大体分かりやすくですね、このグレーズというのを一番実は見せたかったんですね。書き込みももちろんそうなんですけど、グレーズをして絵の具の物質の中にこう入り込ん、指とかですり込んで入っていく様、もう3日4日あるとまたグレーズして、また書き込んで、またグレーズしてということを繰り返すんですけども、そういう様をぜひ皆様に見ていただきたくて、今回こういうふうに2大体制でですね、これ指で擦り込みましたよね。こういうのレンブラントとかの模写とかもやっているんですね。でそういう動画でグレージングっていうところをピックアップした動画とかも作っておりますので、これはこういうことなんやということで見ていただけるとわかるかなと。でちょっとこう半透明に近いような完全な透明じゃないような色もグレーズとか、スカンブルという仕事になってくるかもしれませんけども、したりとか目なんかもこうやってね、少しこう青っぽいのちょっと入れとこうかなとか、洋服なんかブワーっともう全部こう光が当たってる方ちょっと白っぽいの入れてわーっとやっとこうかなと。それでも下の絵の具とかって壊れないわけですよね。壊れないっていうと難しいけど、ちゃんと透けた状態でこの辺に場所位置があるとか分かるので、こうやって見ると奥の腕、手前の腕とかっていうのもすごく分かりやすく、前後関係奥行きを出したり、目なんかも一回軽めに潰した。早いですね。すみませんね。これでもだいぶ、ゆっくり、お見せしたつもりですけど、早送りはしてないんですよ、これね。カットしていってるんですけど、やっぱり早いですね、おじさんの手の動きね。こういうのライブ配信とかでもお見せしていて、でそれがなかなかこうですね、真上からしか撮れないので、実際にこう横からね覗き見している感覚やとこんな感じですよということで、作りました。今こうほっぺたの影の方なんかどれぐらいまで、そしてちょっと油分多すぎんな思ったら上からティッシュでポンポンポンと叩いてみてください。それで油分が少し取れていきます。初めのグレーズの紫の油分がちょっと多すぎたなという時はこないしてポンポンと叩いてみたり、そしてこう生の白に近いのを乗せて、そのグレーズとかした色と少し混ぜ合わせながら、またこれも同じようにですね、下の絵の具と混ぜ合わすっていう感覚でインパスト厚く塗るとこドンと塗る。おでこがピカ光ってる、髪の毛が若干薄ございますけどね、生まれたての、まだ5ヶ月ですからね。皆様どうですか？髪の毛は豊かでございますか？生まれたての状態ですか？長いこと生きてきましたか？よくわかりませんけどね。さあ、こう椅子とかも書いていってます。バンボーやったっけね、何やったっけね、よく言葉間違えます。すみませんね。カンペなしで喋っていますのでお許しください。っていう風にこう書いていって、顔なんかのところをこうちょっとその緑を持ってきてあげようかなとかっていうことで、ちょっとね感触全部が赤くなりがちなんですね。こういう赤ん坊の赤子っていうだけあってやっぱ赤っぽくなりがちなんですけども、手なんかもちょっと書いていきながら、ちょっと赤みが強いところ赤置いてみたりとかしながら、でもやっぱり1日目に書いた絵の具の物質感みたいなのは完全に消えることはありませんので、少しそういうのも活用しながらベタッと不透明で塗り込むというだけじゃなくて、ちょっと下の絵の具も活かしながら描いていくということを覚えていくといいんですね。難しいこと言い張ったぞ。目なんかこうね、少し描いてみて、こう手前の目も描いてみて、やっぱ画面のバランスっていうのをしっかり全体を見ながら描く。で唇なんていうのも描いてみて、プリンプリンしてますもんね。プリンプリンしてます、可愛らしいですね。
で、花のとこなんかはいい動画できましたね。嬉しいですね。このちびっこがね、何年か5年後、10年後ぐらいになってこれ見てどう思うんすかね。お父ちゃんもうちょっと毛多いでとか言うんかもしれませんよね。もう直せへんっていう風に言いますけどね。で、ちょっとこの影の中難しいんですよ。影の中の方が僕は絶対難しいと思っていて、やっぱり微妙な色の暗いまま行き過ぎてもいかんし、でもやっぱり絵の具を少し置いていきながら、不透明の絵の具を置いていきながら微妙な違いを描いていかんといかんから、影の中って案外難しいんですよ。意外とこうね、明るいとこ、今描いてるような明るいとこっていうのはバン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 とぶつけたりとかして意外と簡単やったりするんですけど、影の中が難しい、力の差が出るのは僕は影の中やでっていう風に学生なんかはよく言いますね。でちょっとずつおでことかも描いたりとか、指とかも描いていってます。どうですか？可愛らしいですよね。まあこれぐらいのなんていうかこう荒書きっていうのを、荒垣結衣さんじゃないですよ。荒書き、荒プリマっていう風に言うんですかね。ざくっと描いた状態もまあまあ悪くないと思いませんか？こうそういうのが好きな方はそういう風に描いていけばいいと思うんですね。筆致をドンと生かして。やっぱりこう構造を作ってある、構造1日2日ですね。作ってある絵っていうのはやっぱ深みが出てきますよね。一発ってなかなか難しいところあるんで。やっぱ油絵の具使う以上は僕は構造を作っていった方が何度も言います。大人っぽくなりますよって、大人っぽく見えます。これは学生によく言うんですけど、だからなんかこうですね、ちょっと構造を下の絵の具を活用して、それは物質感としてのマチエールとしてのもありますし、色彩としてもありますよね。うっすらこうおでこのとこなんか下地の色がちらちら見えてきてるんですけど、これがグリザ油という白黒やったらまた違った見え方、もう少しこう冷たい感じに見えてくるわけですけど、茶系でやってるからちょっとこうあったかみがあるというかですね。そして目なんかこういうとこなんかね、ポンとこう慎重にポンと乗せてあげる。乗せた絵の具をボンボンボン伸ばしていく。ね、この辺かな、この辺かなとポンポンポン乗せながらポンポンポン伸ばしていく。この辺もポンと置いて絵の具を伸ばしたり、上唇なんかこの辺も本当によく混色してください。これね、ちょっと今回の動画どうしてもパレットが映ってないんですけど、混色をするってめちゃくちゃ大事です。めちゃくちゃ。もう僕はこうライブ配信とかでめちゃくちゃ早くて、学生なんかも僕と同じような手の動きしたら大体失敗します。だから僕の3倍ぐらい時間かけて混色してもいいです。で、混色のスピードって上がってきます。ただ初めのうちから雑にやるんじゃなくて、こうかな、ああかな、こう置いてみて、こうかな、違う、もうちょっとこうかな、これができるかどうかって逆に成長が早い、完成も早いか遅いかっていうのの差につながってきます。これ本当ですよ。これもおじさんも長いこといろいろ見てきた経験上、雑な子って伸びないです。大胆な子はもちろん大丈夫なんですけど、雑な子、絵の具の練り方一つでもですね、やっぱりこうかな、ああかなって吟味してる。で、自分の中でこうかな、もうちょっとああかなとかっていう風にできる人っていうのはやっぱ成長が早いので、ちょっと覚えておいてください。今日はですね、とにかく混色は大事やぞということを覚えておいてください。そしてこういうので絵の具を伸ばしていく。今だと少し柔らかい筆で、少し毛を伸ばしていったりとかして、グラデーションつけたり明るい色つけて少しこうとかね、だいぶこう右ばっか僕見てましたけど、左の方出来上がってきましたね。全体像を見ていくと。そして洋服なんかも少し描いておいたり、まだまだ影の中どのぐらいかなっていうことで指なんかも描いてあげて、だいぶ出来上がってきたなっていう感じがしますよね。だからこう重層構造をしっかり使って、ディティールまで描いていって、3日4日時間がある方はまた1週間乾かしてまた乾かしてとか、次のとにかく寒い季節は乾かないです。もう10日ぐらい乾かんかったんで、やっぱり寒い季節っていうのはそれも仕方ないので、もう最悪の場合もうちゃんと皆さん気をつけてくださいね。ホットカーペット大作戦というのもありますので、ホットカーペットの上にちょこっと置いとこうかなとか、一旦絵の具の中の方を温めてあげるとか、基本的には、酸化なんで、空気と触れ合って乾燥するんですけど、やっぱ熱というか温度もあるようで、暑すぎてもちょっと乾きが遅いんですけども、寒いよりは乾きは早い。僕の印象は20度ぐらいが一番、なんか5月6月ぐらいが乾きやすいような印象があったり、10月ぐらいとかね、なんかそんな感じがしますよ。で、空気をね、なるべく部屋の空気も入れ替えてあげるような感じっていうか、なんかそんなも必要な気がする。私のこれはなんとなくこう根拠のないあれなんですけども、そんな感じはします。僕の場合は本当にもう乾いてないと諦めて、まだまだあと3日は無理やなとかって他の絵を描きます。で、こういうとこ最後ね、すごい慎重にやっていってるところもお見せしながら、どうだったですか今回の動画。
このディティールも分かりやすくて、こんな筆致で先生書いてあったんやっていう感じかもしれませんよね。だいたい3号ぐらいの作品ですね。パネルというか板ですけどもね。油絵の初心者とかの方はこういうふうに板かなんかで練習したりとかですね、キャンバスボードっていうのを買って頑張って型でギコギコ切って、自分の好きなサイズに、切って練習するっていうのもありかもしれませんよ。いきなりキャンバス買ってとかになってね、失敗した時にショック大きかったりするので、ちょっとその辺は絵の具を置いてまた伸ばすとかね、ちょっとずつ下地の色みたいなのは確かになくなってはきましたが、微妙な目なんかもよし思い切ってこうくくってぐっとくくってみたらどうなるか、そうという感じでくっとくくってみました。これやったら右目の方ねなんていうか見えてきたんですけど、ちょっと左目の方がちょっとこうあかんなっていう感じで、また外側から描いてますね。こうやってぐーっとね、今の色を置いて、ちょっと明るすぎたなっつってもう一回混色し直したんですよ。そういうのすごい大事なんですよ、実は。ね、ちょっと覚えておくといいんじゃないですか。で、塗った色を外側とこう溶け合わすように描いていってね、ちょっとずつですね、進んでいくという動画でございますし、ちょっとずつ、ベリーキュートな赤ちゃんになってきたんじゃないでしょうか。明るくなってくるとやっぱもうちょっと目の下も明るくてもええかなみたいな感じになってきますので、こんな感じでやっていってますね。どうないですかね。おしゃべりうるさかったらミュートにしてくださいね。その辺は皆様自分でやってください。で、筆でこう描いてみてね、ちょっとずつ画面の中でこうバランスを見てみて、顔はだいぶ良くなってきた、塩梅が良くなってきましたよということで、洋服なんかも少しちゃちゃっと描いて、今回はこれぐらいかなと、この辺なんかピョンと乗せて、後でこの鼻のハイライトを引き伸ばします。なぜかポンと置いて、その筆毛先についている白とかを使いながら、このおもちゃですね、よう噛んどるんですよ。これをもう彼の宝物ですね。今2つ彼宝物あるんですよね。恐竜1の方はなんかいろんなものを今もう本当にアホみたいになんかおもちゃ持ってますけどね。でこんな感じでちゃんってこう洋服のこう前掛けですね、よだれびっちょびちょになってますけども、前掛けであるとかですね、洋服のところの柄とか描いたり、鼻の下もうちょっと明るくしとこうかな、こういうのね、うわーっと周りとの溶け合わせながらどれくらいかなとかっていう感じで描いていきました。ベリーキュートですね。皆さんどうですか？可愛いですね。本当にこう今まだハイハイもしていないんで、ようやく寝返りが打てるようになってきた。ゆっくりでいいやでって言ってますね。僕なんかね、もう成長はゆっくりでいいんやでって寝返り打って戻れなくてギャーギャー泣いてますね。寝返り打って、うわー助けてくれ。これなんか俺引き伸ばしてるでしょ。これほら筆の先、これは絵の具を拭き取ってちょっと平らな丸筆やけど平筆みたいなの変えて、こうやって引き伸ばしてってるという感じで、こういうところももう一回頑張って勇気出してバンと不透明置いてみて、周りとこう溶け合わせながら半透明みたいにしてとかっていうことをしながら、もうちょっと唇ブリンとさせたいな、もうちょっと血色良くしたろうかなみたいな感じで、ちょっとビビッドな赤みたいなのを置いてみて、それをまた周りと溶け合わせながらという感じで、完成というか、2日間皆様のために、ディティールをお見せするために作った動画となっております。油絵の本当に基本的な部分かもしれませんが、油絵の具の特性みたいなのを十二分に洋服の柄を描いていってます。拡大して、お見せすることができたんじゃないかなと。こんな感じの顔です。かわいいな、たまらんね。お手手はこんな感じです。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。どうだったですか？2日間で描いております。可愛いですね。細かい描写のところで、こんな風に先生筆使ってはるんやとか、こんな風な筆致で描いてはるんやとかっていうのがよく参考になる動画かなというふうに思います。どうしても目がね、こうチラチラしてしまうかもしれませんので、じゃあ今回は全体を作っていく過程を見よう。今回はディティールを見ようみたいな形で見ていただけると非常に参考になるのかなと。自分の制作が行き詰まったりした時にこういった動画を参考にぜひまた勉強してみてください。それではまた。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。